菜が向きから110日経ちました。植え付けをしてから防虫ネットをかけてテントウムシダマシから守ってます。今回は黒マルチと藁プラス黒マルチと藁の3パターンで栽培してます。一番元気に育っているのはこの黒マルチです。藁プラス黒マルチは購入した接ぎ木の苗が大変なことになってます。こんなこと初めてなのですが、全体が枯れるのではなく上の方の葉っぱは元気なのに根元だけが枯れています。このまま放置すると多分上まで枯れてしまうと思うので、同じ接ぎ木の畜養を買ってきたのでこちらと植え替えします。苗が枯れそうなナスの方は復活するか分かりませんが、下の方の葉っぱを切って接ぎ木を買った意味はなくなってしまいますが、枯れていないところで切ります。ペットボトルに水を入れてその中に先ほどの苗を入れます。今後は明るい日陰に置いて水が濁ってきたら新鮮な水に交換して管理していきます。残りの苗の様子です。自分で種から作った苗は元気そうです。葉っぱは何者かに食べられてしまっているところもありますが、ネットの陰かニームエースの陰かテントウムシダマシからはナスを守ることができています。続きまして藁です。この藁の列の苗が一番小さいです。やはり黒マルチの方が保温されて序盤の成長は早いです。そして株元に藁を置いた苗はパッと見た感じは綺麗な葉っぱに見えますが、よーく見たら小さな穴あきがあります。黒マルチの方は葉っぱをガブリと食べられていて、藁の方は小さな点々で食べられています。犯人を探しましたが見つかりませんでした。枝を左右に分けて3本仕立てにします。ナスの株の中で一番最初に咲いた花のことを一番花と言います。この一番花についている枝を主枝、一番花のすぐ下の葉っぱの上に出ている脇芽が第一側枝、その下の脇芽を第二側枝と言います。この第一側枝と第二側枝を残して、それより下の脇芽はすべて取り除きます。下の方についてる葉っぱが地面につくと、雨が降った時や水やりの時に水滴が土に当たって泥と一緒に跳ね返り、葉っぱに泥がついてしまうことがあります。泥が付着した部分から菌が侵入して病気に感染してしまうことがあるので、一応マルチや藁は使用していますが、地面につく葉っぱは取り除いておきます。あと黄色くなっている葉っぱや虫食いでボロボロになってしまっている葉っぱも取り除きます。こうすることによって風通しも良くなります。続きまして誘引します。今までは支柱3本を使って3本仕立てにするのですが、今回は段ポールを使って一味違う誘引方法をします。まずはいつも通り株元から少し離して支柱を刺します。5センチくらい離してます。麻紐で苗と支柱をくくります。誘引する理由は台風などの強風で枝が折れてしまうことを防ぐためです。この時のポイントは苗に優しく支柱に厳しく結びます。結び方は麻紐を好きな長さに切ります。私は麻紐を指で持って肘まで伸ばして切ります。これで麻紐の長さはだいたい50センチです。ナスの茎に麻紐をかけて数回ねじり、支柱の方に回して数回支柱に麻紐を巻きます。
回したら支柱の方で麻紐を結びます。結び方は何でもいいのですが、私は後で片付けしやすいように蝶々結びか肩結びにしてます。3本仕立てにするには第1側枝と第2側枝がまだ成長していないので、一旦ここで作業は終了です。再度防虫ネットをかけて害虫対策をしておきます。さいが巻きから120日経ちました。1回目の誘引からは10日経ちました。ネットを外してどれぐらい大きくなったか見てみましょう。黒マルチがもうそろそろ第1側枝、第2側枝の誘引ができそうです。段ポールを株と株の間に刺して、支柱と段ポールを麻紐でくくります。この麻紐に第1側枝と第2側枝を巻きつけます。枝を折らないように気をつけました。大きくなったらこの麻紐にどんどん巻いていきます。続きまして追肥をします。1回目の追肥は植え付けから2週間後です。もう2週間以上経ってしまったので急いで追肥します。おすすめの肥料の施し方は、1回目株元、2回目畝周り、3回目以降は畝の端っこか通路に巻きます。あともう一つおすすめの肥料の与え方があって、それは葉っぱの真下に肥料を施す方法です。株が成長して葉っぱが広がってきたら自然と外側に追肥するので、株元や畝周りがどこかわからない方にはとってもいい方法です。コップン入り油かすを1株 40g 施します。1列4株植えたので 160g ペットボトルに入れました。今回は葉っぱの真下に追肥していきます。ワラプラス黒マルチは葉っぱの真下に追肥できましたが、黒マルチのみはどうやって追肥しようか迷いました。黒マルチのデメリットは追肥がしにくいです。ちょっとマルチをめくって葉っぱの真下ではないですが追肥しました。
最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画が少しでも良かったと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。